私たちが行った車中泊カスタムの内容はこちらです。今回はリアドアカスタムについて紹介します。今回の作業内容はこちらです。車の後ろからも出入りしたかったので、内側からドアを開けれるようにしました。いろんな方の YouTube を参考に実際にやってみてよかったので紹介します。まずはもともとついている内張りを外します。このクリップは真ん中の丸い部分をマイナスドライバーなどで手前に引くと簡単に取り外せます。そしてこいつを外す。これ結構硬いんだよね。この黒いカバーも外します。いける？これ外すの。片方ずつ剥がさないといけないんだよね。やるか？この黒いカバーは先ほどのクリップと違って力ずくで引っ張ると取れます。おーし。大きかった先。オッケー。出ました。これがこう、ピャってなるとドアが開く感じ。より詳しく説明するためにカスタム後の映像になりますが、ドアの取っ手を引くと下の部分が動いているのがわかります。ドアの取っ手とワイヤーがつながっていて、そのワイヤーの先端がドアを解除する部品につながっているようです。取っ手を引くことでワイヤーが引っ張られ、ドアが開くようになっているということがわかります。イメージはこう結束バンドをここら辺につけて、でこんな感じで一緒に動く。このフックになっている部分に紐か何かを引っ掛けて、中からでも矢印の方に引ける仕組みを作れば、内側からもドアが開けられるようになりそうです。このワイヤー、なんていうか、チョークケーブル？チョークケーブル。今回はこのチョークケーブルを使って内側からもドアが開けられるようにします。引っ張る引っ張るとこっちがちっちゃくなって伸縮性なんで、このケーブルの伸縮機能を生かしてワイヤーの先端を先ほどのフックに引っ掛け、チョーク部分を引くとドアが開くようにします。まずはチョークケーブルを固定する穴を開けます。めっちゃ遅いよ。細いドリルで穴を開け、少しずつドリルを大きくして穴を広げていきます。チョークケーブルが通る大きさまで穴を広げます。どんぐらいまでいってる？ん10いってる？ 10まだ。もう一段階。ここにこうして、こう出して、できた。開けた穴にケーブルを通していきます。取るよね。取るぞ。最後まではめたらチョーク部を固定します。あ、いけそう。開けてみて。いいね。結束バンドでワイヤーとフックをくくりつけます。いい。違うなんだよね。こんな感じ。違うにこうで、うん。これを一緒に挟んで。結束バンドの位置を調整してしっかり締め付けます。感じ。うんお、これちょっときつい。いい感じに結束バンドがフックに引っかかっています。取っ手を引いても動きに問題はなさそうです。見せてください。どんなですか？最後にケーブルをワイヤーグリップで固定します。ワイヤーがスムーズに動くよう固定する位置を決めます。この時ケーブルの先端まで緩みがないようにします。
取り付け位置に印をつけたら、先ほど同様小さいドリルで穴を開け、ワイヤーグリップが通る大きさまで穴を広げます。他穴ちょっと見せて、もうちょっと離して。あ、いいね。こうやってワイヤーグリップを通したら固定します。埋める。結構作業内容をまとめると、チョーク部を上で固定、ケーブルは途中でワイヤーグリップで留めて、ワイヤー先端を結束バンドでフックにくくりつけました。結束バンドにワイヤーの太鼓がいい感じに引っかかっています。チョーク部を引くとワイヤーが引っ張られ、ドアが開きます。続いて開け閉め用の取っ手をつけます。U ボルト取り付け位置に印をつけて穴を開けます。この U ボルトを取っ手代わりにします。プレートを表裏に取り付けて U ボルトを固定したら完成です。ワッシャーとバネバネワッシャーと。ナット。おお、いいんじゃない？今回椅子のカバーを作りました。おお、結構長い。